こんにちは。毎週50リットル水替えマンのケーキです。この動画ではアクアリウムやアクアテラリウムを管理する方法の中でもかなり重要な水替えで役に立つテクニックを紹介します。今回水替えするのはこちらの60ワイドのオーバーフロー水槽です。見ればわかる通り亀を飼ってる水槽なので水は結構汚れやすいですが、週に1回の水替えで水質も干渉面での綺麗さも十分に保てています。まず水替え前の様子ですが、こんな感じでガラス面にはうっすら水垢がついています。亀が暴れて飛んだ水しぶきがガラスについてそのまま乾燥するとこんな感じの水垢になっちゃって防ぎようもないので、こういう汚れは毎週の水替えのついでに落としていきます。あとは多分先週の掃除が甘かったんだと思いますが、水槽の隅っこに茶苔が割としっかりめに生えていたので、これも落としていきます。まずは水替えに使う水を用意しますが、ここで一つ目のテクニックです。でかい貯水容器を使え。水替えに使う水って一回バケツだとかポリタンクだとかの容器に用意して軽き抜きをしたり、今みたいな寒い時期は温度合わせをしたりすると思います。この時に使う容器にできる限りでかいものを用意するのは地味だけど重要なポイントです。でかい容器に水をいっぱい溜めていっぺんに水質を調整してしまえば、ちまちまと何回も水を溜めて水質を調整するっていう手間を省けます。今回はこのちょっと小型で頑丈な収納ケースを使います。1回で50リットルくらい用意できるので、60ワイドのオーバーフロー水槽くらいなら十分の量の水を作れます。次にこの容器に入っている青いホースに散水ノズルを取り付けます。ノズルを取り付けたらホースを持ってキッチンへと向かいます。ここで早くも2つ目のテクニックです。分岐水栓とホースジョイントを使え。食洗機を設置するときとか、キッチンの蛇口を分岐してホースをさせるようにしますよね。その分岐を水替え用の水を溜めるのにも使おうっていうお話です。バケツリレーで水を汲んで溜めるのは大変なので、できればホースを使って水を引きたいんですが、普通の家には風呂とか洗面所、トイレ、キッチンくらいしか蛇口ってないです。キッチンの蛇口に直接ホースジョイントをつなげるアダプターを取り付けるのもできないわけじゃないんですけども、それだと本来のキッチンの蛇口としての使い方に支障をきたしてしまいます。そこで分岐水栓を使って水替え用のホースを引ける蛇口を用意しちゃえば、長めのホースを接続するだけで水替えに必要な水を溜められるようになります。うちではこんな感じでキッチンの蛇口の根元に分岐水栓を取り付けてあって、普段は食洗機に使ってますが、水替えの時は水替え用のホースにつなぎ替えます。水質調整用の貯水容器まで水を引くだけなので、衛生面も特に問題ないはずです。バケツリレーをしなくていいのはかなり大きいので、ぜひともやってみてほしいテクニックです。もう一度水を溜める容器に戻って、ノズルのレバーを引いて水を溜めていきます。ある程度水を溜めたら、電気ケトルで沸かしたお湯を足して水温を調節します。最後にカルキ抜き剤を加えて水道水のカルキを抜いておきましょう。ちなみにこのカルキ抜きは精製水にハイプを溶かして自作しているやつです。コスパがいいんでおすすめです。水が用意できたら次は水槽を掃除していきます。亀だけは水槽の中にいてバタバタされると邪魔なので、一度別の容器に隔離しておきます。ついでに体重も測っておきます。使っているのはタニタのキッチンスケールです。
動画では濡れたままで測ってますが、やっぱりこのままだと誤差が大きかったので、後で乾いた状態で測り直しました。ちなみに乾燥状態で測り直したら体重は 352.5g でした。ようやく水槽の掃除の開始です。まずはメラミンスポンジで水槽のガラス面をこすって水垢を落とします。水の上も水の中もしっかりこすって洗います。茶苔とかのそんなに頑固じゃないタイプの苔は同じようにメラミンスポンジでこすり落とします。ガラス同士を接着しているシリコンの厚み分の微妙な隙間とかにも苔が生えやすいので、そういう隙間もきっちり掃除しておきます。水面より上の部分に水滴を残しておくと水滴の跡がついてしまうので、水滴も拭き取っておいた方がきれいになります。次は今水槽に入っている水を捨てていきます。この水槽はオーバーフロー水槽で、岩の部分はモルタルで作ったギガンのコーナーカバーです。メンテナンスのために分解して一部を取り外せるようになっているので、まずは取り外します。こんな感じで取れるんです。このギガンコーナーカバーの作り方も別の動画で紹介しているので、よかったらそっちも見てください。ギガンをメンテナンスモードに切り替えたら水槽の水を抜いていきます。使うのはこちら、排水ホースの定番の水作のプロホースです。そしてここで3つ目のテクニックです。プロホースは延長しろ。プロホースはサイフォンの原理で水槽の水を抜いてくれるすっごく便利なアイテムなんですが、抜いた水をいちいちバケツに溜めて捨てに行ってるようじゃ効率が悪いです。抜いた水はダイレクトに排水溝に流すのが一番楽ということで、排水溝まで届くようにプロホースを延長します。そもそもこういう使い方を見越して、プロホースにはホースを延長するためのアダプターが付属しているので、アダプターを使ってホームセンターとかで買ってきたホースをつないでやって、排水溝に届くまでホースを延長します。排水溝に水槽の水が流れるようにプロホースをセットしたら水を捨てていきます。このプロホースは古くてポンプ部分も半分壊れててうまく水を吸い上げられないんで、こんな感じで上下に振ってサイフォンを始動させていきます。と思ったんですが、水槽のポンプを止めなきゃいけないのを忘れてたので止めて、気を取り直してもう一回サイフォンを始動させます。ギガンの裏側はヤマトノバエビの隠れ家になっているみたいで、こんな感じで脱皮殻とか糞とかが溜まっているので、水替えの時は丁寧に掃除しています。もちろんギガンの裏だけじゃなくて表側もプロホースでゴミを吸い上げます。ちょっと立派な糞も見つけたので、こんな感じで吸い上げて捨てていきます。あとは底砂の中も丁寧に掃除していきます。亀は排泄物が多くて底砂の中とかに汚れが蓄積しやすいです。下手すると雑菌が繁殖してしまうこともあるので、底砂の掃除は特に丁寧にやっています。一通り底砂をかき混ぜて掃除して、水位が5センチくらいまで下がったら排水は完了です。
次はウールボックスに敷いたウールマットを掃除します。ウールマットは水の汚れが分解される前にこし取ってくれるこの水槽の物理ろ過の要です。シャワーパイプを取り外してからウールマットを取り出します。取り出したウールマットを確認した感じ、かなり汚れていました。最近亀の食欲が増してきて、給餌量もちょっと増えてきたせいだと思いますが、いつもよりも汚いです。このウールマットはすでに2回くらい洗って再利用しているので、今回はもう捨てて新しいのに交換することにします。ポリ袋に入れてしっかり縛って捨てます。交換用のウールマットとして使うのはこちらのファインマットビッグです。しっかりしたウールマットでケーキは愛用しています。ウールボックスのサイズに合わせてカットしてウールボックスに敷き込みます。シャワーパイプを取り付けて蓋も閉めたらウールボックスの掃除は完了です。ここまでで水槽の清掃作業は終わったので、次は新しい水を水槽に足していきます。ここでこの動画で紹介する最後のテクニックです。バスポンプを使え。今回は最初のテクニックとして紹介した通り、でっかい収納ケースに水を溜めています。だいたい40から50リットルくらいはあるはずなので、当然これを持ち上げて水槽に水を足すとかは不可能です。そこでバスポンプを使って水槽に水を汲み上げます。でかい貯水容器とバスポンプの組み合わせは水替えを本当に楽にしてくれるので、ぜひ試してみてほしいです。バスポンプを使って50リットルの水を簡単に水槽に移せました。最後に崩れたレイアウトを少し手直ししておきます。レイアウトの手直しが終わったら、最初に避けた義眼を元に戻して水替えの完了です。亀にも戻ってきてもらいました。なんか気持ちよさそうな感じがしますね。相当に気持ちいいみたいです。
こんな感じで水替えとの戦いはこれからも毎週続いていきます。終わりのない戦いを粘り強く戦い抜くためにも、水替えの労力を減らしてできるだけ楽な作業にできるように、この動画で紹介した4つのテクニックをぜひ活用してみてください。最後にもう一度4つのテクニックを確認しておきましょう。1、でかい貯水容器を使える。2、分岐水栓とホースジョイントを使え。3、プロホースは延長しろ。4、バスポンプを使え。ぜひこのテクニックを活用してみてください。また、アクアタートリウムのウェブサイトでも今回のようなアクアリウムの役に立つテクニックを紹介しています。よければウェブサイトの方も覗いてみてください。